はい、どうもこんにちは。今日はですね、シネマティックな映像において重要な要素となる画角とボケについてお話ししたいと思います。自己紹介ですが、私は街歩きが好きでして、渋谷とか新宿などですね、東京の繁華街を中心に都市の風景動画っていったものを撮影し続けています。とは言ってもですね、ジンバルやオズモポケットなどを使った街歩き動画ではなくてですね、フィックス、固定ですね。なんでカメラこうやって構えてじーっと撮るというですね、写真とほぼ同じスタイルでの撮影方法となります。フィックスと申しましたが、カメラ動かさずにですね、カメラワークに頼らずに、この固定の世界の中でどうしたらそのシネマティックな雰囲気っていうのを作り出せるのかなっていうのをですね、日々ちょっと考えてきたので、そこについてですね、今回はですね、主にこのレンズが担う画角とボケといったところについてお話ししたいと思います。この2つが結構重要かなと私は思っております。でまず最初にですね、なぜ画角とボケが大事かというお話ですが、この画角とボケっていうこの2つをですね、意識的に使うとですね、映像に対してストーリー性みたいなものを与えることができたり、あとは見てる人にイマジネーションの余地といったものを与えることができるのではないかなというふうに考えています。つまりストーリー性やイマジネーションの余地といったものがシネマティックな演出要素となってくれているのではないかなと私は捉えています。というのが結論なのですが、抽象的すぎるのでですね、これから具体的な話に行きたいと思います。まず1点目の画角ですね。画角とはですね、カメラが切り取る世界の大きさのことですね。画角が大きければ、広角レンズで撮れば情報量っていうのは多くなりますと。俯瞰的な情報を伝達するのに最適な世界の切り取りサイズと言えるのですかね。で一方、画角が小さくなれば、いわゆる望遠鏡とかって話ですが、情報量っていうのは少なくなりますと。でこれは後ほど述べますが、意図的な視点誘導という観点でも言えるのかなと思っています。私自身の撮影テーマとしましては、街の風景動画ですねを撮るということになりますので、どの大きさで世界を切り取るのかというのが大事な点かなと思っています。で私の切り取る目安としては、そこで展開されているストーリーが想像できるレベルで切り取るようにしています。例えば情報量が多い世界の切り取り、つまり広角で切り取ってもなかなかストーリーっていうのは感じられにくいかなと思います。一方ですね、あまり一点にフォーカスしてもストーリー性や、そもそも動きがなくて動画としてどうなんだって話もありますが、ストーリーといったものが感じられにくいかなと。なのでですね、ちょうど良いサイズ、人々の、都市ですので、人々の営みや文化とか社会風俗といったものが感じられるサイズでの切り取りっていうのが大事だなと思っております。ただですね、切り取っただけではシネマティックの要素としてはまだ不十分だなと思う点があります。そこでより一層の効果的な演出としてボケというものが必要になってくるのかなというふうに私は考えています。ということで続いてボケですね。ボケとは何かということですが、先ほどの画角との関係性で言うと、画角がまず世界を切り取りますと。でその切り取った世界に対するさらなる演出要素がボケかなと思います。でボケの効果としては大きく2点あるのかなと思ってまして、1点目が最初にちょろっとお話ししました意図的な視点誘導というものですね。映像内にボケ表現入れることで、映像内の主役と脇役っていうのを視覚効果で演出してくれますと。わざわざテロップでこの人が主役です、脇役ですみたいなことをするのではなくてですね、フォーカスが合っている人が、もしくはフォーカスが合っているものが主役で、ボケているものが脇役というようなところが、映像で見てすぐ分かるというのがあるかなと。切り取った世界の中にも複数のオブジェクトはありますので、その中でのさらなる主役と脇役、主従っていうのをですね、伝えてくれる役割がボケにはあるかなと。これをですね、意図的な視点誘導というふうに私は捉えております。あともう一点がですね、余白ですね。要するにボケの世界を作り出すことで、ボケている部分っていうのは余白というふうに捉えることができます。でこの余白っていうのがですね、見ている人にとってイマジネーションの領域となるのではないかなと思います。
例えば広角レンズで全てにフォーカスを当てたような絵の場合ですね、これは記録的であったり報道的であって全ての情報を正確に伝えるという役割を担っていると思います。一方ですね、こういうボケを入れた表現っていうのはですね、曖昧な領域、つまり余白を作ることで見ている人にある程度自由な観点を与えるっていう効果があるかなと思います。つまりボケによって見ている人の視点を焦点が合っているところに持っていくことができますと。そして周りのボケている部分っていうのはその被写体に対しての10の関係でもありますし、同時に余白として見ている人にとって自由に想像することのできる、イマジネーションの領域というふうにもできるのかなと思っております。こうしたところがですね、シネマティックな雰囲気につながってくるのかなと思っています。最後にまとめですが、まず画角によって世界を切り取りますと。で、切り取るサイズは何らかのストーリーが想像できる範囲とか大きさっていうのがベターかなと思います。さらに切り取られた世界の中でボケを使って映像内での強弱もしくは主従の関係って意味付けですねを行うとともに、余白によって見ている人にある程度自由な想像の余地っていうのを残すというようなのがボケの特徴かなと思います。これらの表現を含めて映像に取り入れていくとシネマティックな雰囲気のある映像っていうのが撮れるのではないかなと私は思っております。ということで今回はですね、ちょっと抽象的なお話でしたが、ピックスで街の風景動画を撮るときにですね、画角とボケっていうのがどういう役割を担っているのかといったところについてお話ししました。今後はですね、より具体的にどういうレンズでどういう設定で撮っていけばどういう映像が撮れるのかといったところについてお話ししていきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。